もし今、すべての荷物をまとめて、明日からタイで暮らすとしたら、あなたの人生はどう変わると思いますか？日本からタイに移住して約1年。言葉も文化も違う場所に飛び込んで起きた7つの変化。それは南国とかご飯が美味しいとか物価が安いとか表面上の変化だけではなく、もっと深い自分軸の再構築でした。今日はそのタイ移住の全貌をお話しします。どうも旅する起業家のルキです。今回は僕が昨年の6月からタイに一人で移住したんですけど、間もなく1年が経つので、実際に移住してみてどれだけの変化が起きたかのリアルをあなたにお伝えします。目的や正解は人それぞれで、あくまで僕の主観にはなりますが、旅好きな人や移住や長期滞在を検討している人に参考になると思うので、ぜひ最後までご覧ください。タイ移住1年で起きた7つの変化。1、人生の目的がはっきりしてきた。日本にいた頃の僕は常に誰かと関わっていて、人との距離も近かったです。毎日やるべきタスクや誰かからの連絡で埋まってて、正直自分はどうしたいかを考える余裕もなかったんです。だからタイに来て、まず意識的に人との関わりを極限まで抑えてみました。タイに住んでいる日本人との接触もあえてしませんでした。まず孤独になってタイの自然の中に身を置いてみると、今まで頭を占領していた他人への気遣いや無駄な情報、やり取りみたいなノイズがさーっと引いていったんですよね。その静寂の中でようやく自分の心の奥底にある本当にやりたいことの声が聞こえてきました。僕の場合はそれが自分が好きな哲学や自己啓発をただ語るだけじゃなく、自分の人生で試したり挑戦をして発信した先に誰かの人生のスイッチを押すことだったんです。それでこのチャンネルを始めました。で、ポイントなんですけど、あえて関わりを最小限にして自分との対話の純度を上げたことです。タイには日本人のコミュニティもたくさんあるし、繋がろうと思えばいくらでも繋がれます。でもそこでまた群れてしまったら、結局日本に行った頃と同じで他人の価値観の中で生きる自分に戻ってしまう。これは人や目的にもよりますけど、例えば学びを得られそうな人や自分が興味あることをやっている人なら会うのも仲良くなるのもいいと思います。ただ寂しさを埋めるとか、とりあえず知り合い増やすとかだと、せっかく移住したのに余計なつながりができて逆効果になる可能性があります。一人で海外移住っていう孤独になりやすい環境を逆手にとって自分を徹底的に深掘りする。そうしたことで本当に大切にしたい目的に気づけたんです。2、何者でもなくなって何者にでもなれる感覚。日本にいた頃の自分ってどこか自分はこういう人間だっていう枠に縛られていて、価値観が固まっていたのはあります。その一番わかりやすい変化が見た目に対しての考え方です。正直日本にいた頃は僕の仕事はオンラインがメインで、顔を出す必要がそこまでないこともあって、見た目は二の次で全然関心がありませんでした。でもタイに来て言葉が通じない環境に身を置いた時、海外で自分を表現する最初の手段って見た目の印象なんだって痛感したんです。僕は思考や考え方を重視してるけど、外国人からしたら言葉の壁もあるしわからないですよね。それに35歳の今の自分がこれからの人生で一番若いわけですよね。ここで自分の見た目を諦めちゃうのってすごくもったいないなって気づいたんです。もう35歳だからじゃなくて、35歳からでも見た目も中身もいくらでも変えていける。そんな風に何者でもなくなった結果、何者にでもなれる感覚が生まれたのはあります。これは環境をガラッと変えた影響で脳が再起動した結果、それまでの価値観に縛られずに柔軟な考え方になれたのはあると思います。で、この一旦何者でもなくなるのは移住までしなくても一人旅でも応用できることでもあります。3、視野が海外に広がった。日本にいた頃はどうしても日本のニュースやコンテンツばかり見て、頭の中が日本だけで完結してました。でもタイで生活をしていると、自然と世界情勢や海外の自己啓発コンテンツにも目が向くようになりました。例えばタイは観光依存の国であると同時に、実は日本と同じように少子高齢化っていう深刻な課題を抱えていたり、一方で隣のベトナムを見ると、同じ東南アジアでも経済成長がものすごい勢いで伸びていたりと、近隣諸国の情報も気にするようになります。
そしてぶつかった新たな壁が英語力です。日本にいた頃は英語を話す必要もないし、日本語で大体は突破できますよね。英語を話せる日本人も 10% 未満だと言われています。しかし海外では英語が話せないと生活する上でかなり不便に感じます。例えばフラッと入ったレストランで店員さんが気さくに話しかけてくれたり、エレベーターで一緒になった外国人がフランクに話しかけてくれたりもします。そういう時、本当はコミュニケーションを取りたいのに言葉が出てこなくて、結局はハローだけ伝えて話せないみたいな、相手からはすごくシャイなアジア人に見えてるんだろうなと思うと、なんだか申し訳ないし、正直悔しいんですよね。英語を話せたらかっこいいっていう憧れじゃなくて、目の前の人と心を通わせるために必要になってきている。こういったコミュニケーションにおける英語の必要性や、コンテンツにおいても英語を理解できていると、もっと最先端の有益な情報を入手して皆さんに提供できるのになとか思ってます。4、住環境のアップデートにより意識がかなり上がった。よく成長したいなら環境を変えろって言われますけど、これ僕の場合はかなり納得でした。今コンドミニアムに住んでるんですけど、日本でいうタワマンみたいなイメージで、プールやサウナ、ジム、ラウンジが全部ついているのが当たり前なんですよね。仮に東京で同じ設備を求めたら家賃100万円は下らないと思うんですけど、こっちは東京の 1K の家賃より安いくらいです。この家賃のバグのおかげで安いのにハイクオリティな環境が整って幸福度が異次元に上がります。例えば僕は週2回の筋トレと毎日1時間のウォーキングが習慣なんですけど、これも家の玄関からジムまで1分で行けるから続けれるのもあるんです。雨も関係ないし移動の手間もない。つまりやらない理由が完全に消滅しています。日本にいた頃はジムまで遠いなとか、雨だから今日はいいやって言い訳できてたのがもう通用しない環境になってるんです。あとこれは個人的なこだわりなんですけど、家賃に関してはタイは安いんですけどケチりすぎないようにしてます。今より安いとこは全然あるんですけど、安すぎるところにはやっぱりそこにあった属性の人たちが集まるからです。自分の意識を高く保ちたいなら身を置く場所のクオリティ、住んでる人の層の見極めには投資した方がいいです。これは浪費ではなく投資なんですよね。日本だとプールやジム付きの家に住むのは維持コストがかなり高いので夢の話になりがちで、たまに行く旅行でいいホテルに泊まるのが現実的ですが、タイではそれを夢で終わらせずに日常にすることができます。5、誰と関わるか、誰と関わらないかが分かるようになった。これ1の人生の目的がはっきりしてきたでも少し話したんですけど、さらに深掘りして話します。タイに来て一人になって孤独の時間ができたことによって自分に本当に必要な人間関係もすごくクリアに見えてきました。例えば僕にとっては海外移住や起業、動画での発信活動って今は当たり前ですけど、地元の友人からすれば地元で就職して地元で生活するのが当たり前ですよね。これどっちがいい悪いじゃなくて選んでる人生が違うので、どうしても価値観がずれてきちゃうんですよね。そうなるとお互いにとって無理に合わせ続けるのってやっぱり難しい。逆に海外に住んでいる人や起業家、ノマドワーカー、動画で発信している人とは話が合うし、得られる刺激もめちゃ多いです。誰とも関わらないわけじゃなく、誰と関わるかを絞っていく。あとは利害なく、この人とは関わりたいって人も分かってきたり、こういった今の自分の人生のフェーズにおいて、誰と関わることがさらに有意義な時間になるのか、自分は幸せなのかを冷静に判断できるようになりました。海外移住すると、最初は特に心細かったり不安で、同じ日本人で人当たりがいい人なら頼ったり心を開きたくなるかもしれませんが、日本人でも日本人を騙す人も多くいるみたいだし、冷静に相手を見極めることが大事です。6、今を楽しむ感覚。タイに来てびっくりしたのが、多くの人がすごく今を大事にしてるなって印象があります。これ僕が住んでる場所が南国っていうのもあると思いますけど、東京にいた頃のイメージって働くことは真面目に頑張って嫌なことでも我慢してその対価として給料をもらうっていう感覚がありました。これ当時の僕もあったし、当時の会社が渋谷にあったんですけど、朝の渋谷駅の通勤ラッシュの波に毎日飲まれながら通勤してて、表情が暗い人が本当に多かったんですよね。でもタイの人たちっていい意味でめちゃくちゃ緩いんですよね。マイペンライって言葉があって、なんとかなるとか気にしない、大丈夫みたいな意味なんですけど、本当そんな感じなんですよね。もちろんこれは人や職業によっても違うとは思います。
ただ屋台のおばちゃんやマッサージ屋さんの雰囲気を見ていても、そんなに肩肘張らなくていいんだなって気づかされるんです。ただし、楽をすればいいって話じゃなくて、大事なのはメリハリで、やるべきことはちゃんとやるんだけど、今のこの瞬間の中に楽しみを見つけて、力を抜く時間もちゃんと作る。これ意外と多くの人ができてないんじゃないかなって思います。僕の場合、朝起きて海を眺めながら Amazon カフェのアイスカプチーノの甘さ 25% を飲む時間が幸せだなと感じたり、夕方にスマホをポケットにしまってただ夕日を見たり街を眺めながら散歩する時間、そんな日常の何気ない今を味わう感覚は間違いなくタイに来てから気づきました。7、できないができるに変わった。これ一人旅とも共通するんですけど、移住って本当に初めての連続なんですよね。ビザの手続きとか、コンドミニアムの契約とか、90日レポートを出しにイミグレに行ったり、グラブやラインマンみたいな現地のアプリを使いこなすとか、日本で35年生きてきて、それなりに濃い人生を歩んできて、自分はもう世の中のことを大体分かってるななんて思ってた時期もありましたけど、全然知らないことだらけだって気づかされました。実は僕は海外に一人で旅行することすら怖かったし、移住できればいいなってのは理想として考えてたくらいで、現実的な選択肢にもなかったんです。理由は単純で、やったことがなかったし不安だったから。でも東京から熱海に移住してちょうど2年が経つ頃に、この安定した毎日の先に今以上の自分や人生はないなって気づいて、次はもう国内のどこかじゃなくて海外だと思い切ってタイに来てみました。で、いざ住んでみると案外できちゃうんですよね。で、一つできることが増えると不思議と他のことにも挑戦したくなるし、できる気がする。この YouTube チャンネルも実は日本にいた頃から構想はあったんですけど、ずっと足踏みしててやれてなかったんです。でもタイに来てまずはやってみようと自然と動き出せました。このまずやってみないとわからないって思える感覚がタイに移住してみて増えたのは大きいです。サーフィスって歌手の何してんのって曲があって、ドラマのお水の花道の主題歌になった曲なんですけど、本当これだなと思ってて、僕が好きな歌詞の部分が、誰かに似た生き方なんかじゃ嫌。自分は自分と自信を持って言いたいんだったら、ほら何してんの。口先だけじゃ何も変えられない。分かってるけどやっぱ不安で辛い。明日も似たことで悩むぐらいなら動き出さなきゃ始まりゃしないでしょっていうこの歌詞そのものだなと思いました。めっちゃいい曲なのでぜひ興味ある人は聴いてみてください。以上が僕が実際にタイに移住してみて体験したリアルな7つの変化です。正直同じタイ移住でも人によって全くこの変化の内容も感想も違うと思います。ただ僕自身不安もあったけど踏み出してみて大きな収穫があって自分の人生がさらに拡張した実感があります。移住に興味がある人は全然してみるのもありだと思いますし、移住はさすがにハードルが高いと思う人は一人旅に出たり、時間が作れる人は長期滞在してみるのも人生の再設計や本当の自分探しができていい時間にできるかもしれません。ぜひあなたの感想などあればコメントで教えてください。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己成長できるすごい人です。共にいい人生にしていきましょう。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。